こんにちは、ネイリスト中山千恵子です。こんにちは。前回のサロンワーク前編で、なんと2ヶ月ぶりにご来店いただいたお客様のジェルネイルをオフして短くカットをしていきました。そして今回の動画では押し花を埋め込むアクリルのスカルプチャーを作ります。楽しみ。それでは早速押し花の色を選んでいきます。いくつか色を見ていただいて、お客様に色を選んでいただいてアクリルの準備をします。まずは爪の表面にプレプライマーを塗っていきます。私はね、アクリルの時もいつもプライマー使っていないのでプレプライマーのみですが、もちろんプライマー使う方はプレプライマーの後にプライマーを塗布してください。で、フォームの先端をこの爪先の形に切ったら指に装着していきます。フォームの先端がハイポニキウムのところに当たってしまうと痛いので、当たらないように爪の形に切ってはめていきます。で、まずフォームを爪と同じ幅に細めておきます。爪と同じカーブに作っておくと爪とフォームの間に隙間が生まれないです。で、まず長さを決めたら、最初に今回はね、デザインスカルプチャーみたいな作り方をしていくので、ものすごい本当に紙1枚ぐらいの薄さにアクリルのスカルプチャーを作っていきます。まず今作っているのは先端の部分のみです。かなり薄くここを作らないと後でピンチが入らなくなってしまうので、もうほんと紙ペラ1枚ぐらいの薄さで作っていきます。アクリルが先端に伸ばし終わったら、押し花をアクリルが固まる前に乗せていきます。ちょっと押し込むような感じでウッドスティックでギュッと押しながら押し花を置いていきます。押し花の上にいつもよりも少し柔らかいミクスチャーを重ねていきます。硬いミクスチャーを取ってしまうと、1層目のミクスチャーと2層目のミクスチャーの間で境目ができてしまって、万が一もしかしたらそこでパカッと割れてしまったりするようなことがあるかもしれない感じで、層が別になってしまうので、柔らかめのミクスチャーを取って1層目と2層目をしっかり密着させておきます。それでは先端が作り終わったら根元からコーティングをしていきます。ここはいつものワンボールスカルプチャーと似たようなアプリケーションの仕方をしていきます。まずは甘皮周り伸ばして、サイドにミクスチャーが流れていかないようにお客様の指は下向きを向けています。で、サイドもしっかりミクスチャーを筆で持っていったら、先端にどんどん筆の腹を使って持っていきます。で、もともと先端のところ今1層2層とあるので、かなり先端の部分は薄めに重ねていきます。しっかりサイド、表面、アウトライン部分、形を整えていきます。で、今回は1層目の部分、もうかなり硬化してきているんですけれども、薄めに作っておくことで、後でピンチを入れることができます。結構ね、この2層目、最後のオーバーレイと結構時間かかるので、1層目が厚くなっているとね、本当ピンチが入らなくなってしまうので、1層目薄く作るというのはかなり重要なポイントとなります。最後に乗せたミクスチャーがまだ硬化をしていないので、ピンチのタイミングはちょっとね、いつもと同じく早いので、先にもう1本フォームをつけておきます。ただ1層目2層目と今回先に先端作っているので、いつもだったらここでもう1本乗せてからピンチをしていくんですけれども、もう1本乗せてしまうとさすがにちょっとピンチ間に合わなくなってきてしまうので、少し表面の形を、硬さを確認したら早速ピンチを入れていきます。
アクリルは温度が高い方が硬化が早いです。なのでこの硬化する時に化学変化で熱を発するので、2層目などを先に先端乗せている部分に上から乗せていくので、熱がちょっとね発生しているような状態の時に上をもう一度乗せていくので、2層目の熱を3層目最後の層が感じ取るので、いつもよりちょっと硬化早く感じますというか早くなります。なのでピンチのタイミングもいつもより少し早めに入れていきます。そしたらここからは他の指も乗せていくので早送りをしていきます。
ようやくアプリケーションが終わりましたので、次は削っていきます。まずはアウトラインを整えてから表面を整えて、もう一度最後にアウトラインを整えていくという風にね、いつもこの削り方は同じ順番なのですが、まずアウトラインを削らないと表面が綺麗に削り込めなくて、表面削るとまたアウトラインが少し崩れてしまうので、もう一回最後にアウトラインを整えていくという順番で削っています。親指のピンチも忘れずに入れていきます。マシーンで一度表面を軽く整えてから、ファイルでより細かく整えていきます。マシーンの回転数はオフの時と私は変えていないのですが、かなりソフトタッチで表面を削っていきます。圧を加えてしまうとオフの時みたいにどんどん削れてしまうので、表面を撫でるような気持ちで触っています。ファイルでより細かく整えていきます。
片手アプリケーションから削り終わりまでだいたい今42分と30秒程度かかっております。削り終わったらようやくジェルネイルで表面をコーティングしていきます。しっかりダストオフをしてからもう一度プレプライマーを塗っていきます。いつもジェルネイルの持ちがとってもいいお客様なので、甘皮周り、今回もアクリルをね、少し開けて作ってスカルプチャーを作っているので、甘皮周りのこの地詰め出ている部分にはしっかりとベースジェルを塗っていきます。スカルプチャーの上には本当ちょっとね、流して薄く伸ばす程度のような感覚で塗る程度で大丈夫で、地詰めの上にのみしっかりベースジェルは塗って、他はね、さっと表面つなげるような感じで伸ばしていきます。トップジェルを塗っていきます。最後の仕上げに私がいつも塗っているノンワイプのトップジェルを塗っていきます。ノンワイプのトップジェルはツヤが長持ちするのとかなりツヤが綺麗なので、サロンワークの時はいつも最後に塗っています。そして今回はクリアの先端の時に私いつもこちらやっておりますが、まず裏側もしっかりと一度ダストを取って綺麗な状態にしてから、この先端の人工爪の部分にのみノンワイプトップを塗っていきます。この時皮膚やハイポニキウムにはつかないように気をつけてください。裏にもトップジェルを塗っていくととっても透明感、ツヤ感が増すので、ぜひ塗るのおすすめです。今回もようやく完成しました。今回はクリアの先端に押し花埋め込みスカルプチャーでした。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひまた見に来てね。